こんにちは。今回はですね、宇宙防衛技術を手掛けるサイダススペースという会社について、その財務状況と将来性をじっくりと見ていきたいと思います。今、ものすごく盛り上がっている宇宙市場で、この会社は次のスターになれるんでしょうか？それとも、実は大きなリスクを抱えているのか？そのあたり、一緒に深掘りしていきましょう。最新の公式な提出書類を元にしてですね、2026年という年を見据えたときに、どこに投資のチャンスがあって、逆にどんな点に注意すべきなのか、投資家の目線でチェックリストを一つ一つ確認していくような感じで進めていきますね。はい。では早速本題に入りましょうか。こちらが今回サイダススペースを理解するための全体の流れになります。まずは、そもそもサイダススペースって一体どんな会社で何を目指しているのかというところから見ていきましょう。この垂直統合っていうのがポイントで、つまり地上でハードウェアを作る段階から宇宙に打ち上げてそこからデータを地上に届けるまで、宇宙ビジネスに関するすべての工程を自社で一貫してやろうと、そういうことを目指している会社なんですね。彼らが公式に掲げているミッションがこれでして、要するに複雑でコストがかかる宇宙産業の中でスピード感と柔軟性、そして手頃な価格を大事にしてますよということを強くアピールしているわけです。では、その理念を実現するために、彼らは具体的に何を製品やサービスとして提供しているんでしょうか。ビジネスの心臓部を見てみましょう。事業内容はかなり幅広くてですね、衛星そのものを作ることから宇宙でのミッション全体の計画、さらには得られたデータを AI で解析するところまで、宇宙に関する一連のサイクルを全部カバーするという6つの分野で事業を展開しています。そして彼らの戦略の中心にいるのがこのリジサト R という独自開発の衛星です。これ 3D プリンター技術も使っていて、しかもモジュール式なのでいろいろなセンサーを付け替えたりして様々なミッションに柔軟に対応できる。言ってみればコストパフォーマンスの高い働き者の衛星という位置づけですね。ここがまたすごく面白いポイントなんですけど、衛星に AI を載せているんですね。これによって何ができるかというと、宇宙で直接データを処理して必要な分析結果だけを地上に送れるんです。複雑な生データを丸ごと送る必要がなくなるので、顧客にとってはより早く、より効率的に価値ある情報が手に入るということになるわけです。さて、技術的な話はここまでにして、どんな投資分析でも一番大事な部分、そう、お金の話です。数字をしっかり見ていきましょう。で、ここが、この会社の財務が抱える、一番のジレンマというか、核心部分なんです。売上は確かに伸びている。でも、それと全く同じペースで、損失もどんどん膨らんでしまっているという状況なんですね。こちらの表を見ていただくとよりはっきりします。収益、つまり売上よりも、売上原価、つまりコストの方が大きいんですね。なので、そもそも事業をすればするほど赤字が膨らむ売上総損失という状態になっていて、その額も年々拡大している。これはかなり厳しい状況だと言わざるを得ません。このグラフは、その現実をものすごくわかりやすく示していますよね。衝撃的です。売上1ドルに対して、その何倍もの損失を出している。まさにキャッシュバーン。つまり、現金を燃やしながら事業を続けている状態なんです。そしてもう一つ非常に重要なリスクがこれです。お客さんがたったの2社にものすごく偏っている。2025年の最初のキューバで掴んで、この2社だけで売上の9割近くを占めてしまっているんですね。これはかなり危ういバランスです。では、こんなに厳しい財務状況を抱えながら、サイダスはどうやって成長して、これから拡大していく宇宙ビジネスのパイをつかもうとしているんでしょうか。その計画を見てみましょう。まず、彼らが狙っている市場がとてつもなく大きいんです。これは2022年から2031年までの小型衛星製造市場の予測規模なんですけど、前の10年間と比べて258% 増という、驚き的な成長が見込まれているんですね。この巨大な波に乗ろうというのが彼らの狙いです。つまり、技術も進化してるし、新しいビジネスモデルも出てきている。そして何より、世界中がもっと早くて、もっと大容量のデータを宇宙から欲しがっている。
サイダスはこういう強力な追い風が自分たちのビジネスを後押ししてくれると期待しているわけです。じゃあ具体的にどうするのかというのがこの4つの戦略です。新しいお客さんを見つける、今のお客さんにもっと買ってもらう、海外にも売って出る、そしてパートナーを増やす。まあ事業を拡大するための王道とも言えるアプローチですよね。そして、ただ計画を立てているだけじゃなくて、着実に実績も積み上げています。実際に衛星を3機打ち上げることに成功したり、事業に必要なライセンスを取ったり、さらには1億2000万ドルというかなり大きな契約も結んでいる。彼らの技術とビジネスモデルがちゃんと評価され始めている証拠と言えるかもしれません。さあ、ここまで見てきた情報を全部まとめてみましょうか。結局、一番大きなリスクは何で、投資家として押さえておくべき重要なポイントはどこなんでしょうか。やはり、この3つのリスクは無視できません。特定のお客さんに頼りすぎていること、猛烈な勢いで現金を消費していること、そして宇宙企業には資金力のあるライバルがたくさんいること。これらは会社自身も認めている非常にシビアな課題です。結局このスライドが全てを物語っていますよね。一方には巨大な成長市場で独自の技術を持っているという大きなチャンスがある。でももう一方には深刻な赤字とたった2社に依存しているという非常に現実的な課題がある。このバランスをどう見るかですね。最終的に2026年に向けて投資を考える上で、私たち一人一人が答えを出さなければいけないのはまさにこの問いです。彼らの戦略は会社を宇宙へと打ち上げるロケットになるのか、それとも重く沈めてしまう怒りになってしまうのか、非常に興味深い局面ですね。